はい、どうもチームシーク中村です。今日は鮎の里矢田川のイベントで、一緒に、参加してます。こちら、数の趣味バカ日誌です。はい、さんのよろしくお願いします。で、車両の紹介ですね。はい、していただけるということで、なんとDIY で、車中泊仕様に、DIY されている車両です。じゃあよろしくお願いします。お願いします。平成25年式の、はい、3型後期最終モデルです。あ、はい。もうからにこちらはハイエース。ハイエース、もう10年選手です。あ、ピカピカに見えますけど。全然掃除してない。まあ外観はね、はい、足回り定番のホイールとタイヤだけでね。はい。おお、かっこいいですね。ステッカーは自分でオリジナルでちょっと機械で作らせてもらって。あ、これオリジナルなんですか。はい。本当ですか。だからサイズを全部合わせてね、はいはいはい、作ってしてます。これ何で作るんですか。カッティング機械のあれで、ステッカー買うより機械買う方が安いでね。あ、ほんまですか。まあこれだけ貼ると。そう、両方も後ろもやしね。著作権の問題が発生しないでもないかもしれないですけど、個人で使用やからね。まあそうですね、売るわけじゃないんで。だから趣味です。はい。たくさんステッカーが貼ってありますね。ハイエースどうでしょう。大体こんな感じですかね。そう、外観はね、もう。はい。じゃあ早速。フロント周りはもうほとんどいじってないでね。内装はもう普通の純正そのまま、もう何もないです。あ、はい。はい。あ、でも乗りやすそうですね。いや。ゴミ置き場です。まあ車中泊するときはね、どうしても運転席とか助手席。まあこっちはね、もうほとんど使用しない物置スペースで。あ、はい。あ、もうエアコンの。車中泊の裏側って感じ。そうです。エアコンの室外機のパイプとか、この下がサブバッテリーが入ってる。あ、そこにサブバッテリー。そう。あ、見にくいけどね。いや、これ100アンペアの2台。あ、はいはいはい。インバーターは2500ワット。でかいの積んでますね。前1000ワットだったんですけどね。はい。やっぱり電子レンジ使いたいいうことで、エアコンとかね、2500入れる。はい。から同時に使えるしね。はい。で、何かあった時のために。そう、充電器もあります。ケーブルもあります。はい。という感じですね。はい。で、こちらのアームは。これはタブレット見るとき。タブレットのアームですね。おお。しっかり固定されます。もうこれ。あ、がっちりともう。あとはもう自由に首振りしてね、自分の見たい方向へ。ああ。なんか安いのだとだんだん下がってくるっていう話も。下がります。安いので下がります。安いのはね、やっぱり仕方ないです。はい、そうですね。じゃあどんどん行きましょう。はい。こっちはこんな感じで。はい。だから左側やね。はい。いよいよ玄関。カーサイドタープもいいですね。これも市販ですか？市販のです。だから普通ここにね、羽根つけるんやけどあんまりでかいからね。そうですね。コンパクトに、これだったら洗車機も入るし。そうですね。ここでかけてるんですね。この金具はいちいち取り外すんですか？いや、もうつけっぱなしです。あ、そうですよね。はい、ありがとうございます。2人ぐらいでしたら全然余裕でいける感じです。じゃあ中行きましょうか。じゃあ開けます。はい、お願いします。おお、中がちょっとおしゃれで木目調の内装、ブラックと、茶の内装になってますね。ちょっと見にくい。電気つけましょうか。お願いいたします。はい。間接照明があっておしゃれな。こちらは DIY ですか？全部そうです。じゃあ一個一個ちょっとご紹介してってもらっていいですかね。はい。まずこちらのシートは。これはね、市販のハイエース専用のベッドキットです。
キットで売ってるやつなんですはいね。普通こう横に並んでるのをはい。縦にしてあソファーにしてます。それだけです。なるほどなるほどなるほど。それだけです。あ、考えましたね。だから寝るときは向きを変える、はい。それだけね。ああ。で、シェードはあれも市販ですか？そうです。はい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 。まあハイエースなんでね。何でも揃うでね、すぐに。揃っちゃいますもんね。で、こちらの収納っていうか。収納はね、はちょっと少なくてね。はい。よいしょ。まあここに引き出しです。あ食器とかはい。入れてます。引き出しが。はい。はい、ドロワーが1、2、4つ。いや、これだけです。あ、そこだけですか。はい。あとは上からいう感じになります。あ、なるほどなるほど、上からアクセス。そうです。あ、開けてもろていう感じでね。あ、はい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 。でも今日ソロで参加なんで、ソロで参加ですよね。ソロです。あ、はい、そうでしたら十分な。もうこのままでも寝れるしね。そうですね。そのまま横になってもはい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 。で、フラットにももちろんなる。なります。ああ、こちらのテーブルを下げてっていうことです。テーブルも取り外し効くしね。あ、はい。はい。足も。あ、えらいがっちりしたテーブルが。もうはい。これだとね、ゆっくり食事もできるしね。はい。なかなかちょっと向き変えればこういう向きにも回転しちゃいますね。できるしね。へーちょっと横座りが良ければこういう感じで。はいはいはい。それからはいこの箱がはい。エアコンが入ってます。エアコン。はい。こういう感じで。いや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 、ちょっとしたギミックが。これで電源入ってないか。電源入ってなかった。はい大丈夫。はい。でもう積みっぱなしですか。もう積みっぱなし、もう固定して。あ、そうなんですね。だから必要ない時はもうこれではしたらここは物置でまたい。ちょっ使えると。としたテーブルみたいな感じでそうです使えますねはいっていうところで。でエアコンのダクトがはいここに窓があるのをはい。ここへつけるんです。あ、はい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 。これがここに入っててね、このダクトを引っ張り出してあここへね窓につける感じです。はい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 。よいしょ、つかないか。えそれの蓋で、これも普段だったらね物置に。はい。そうですね。あと電子レンジ。電子レンジがこちらもついてて、電子レンジあると便利やね。便利ですよね。もう食事がめちゃくちゃ楽になりました。そうですね。毎回作るっていうよりもお弁当っていうのも多いですからね。うん、今どこでもねコンビニ行ったら買えるしね。そうですよね。でメインスイッチ関係がはい。こちらにそうです。あって、チャージコントローラーもあるってことは、外のガラスに貼ってるんですけど、これはそうなんですね。充電というか、はい。サーバーっていうのはロスを防ぐだけの、はいはいはいもはいうロス専用に感じで、じゃあサブバッテリーはそもそも走行充電走行充電で。っていうことですね。スモークガラス越しっていうことですね。吸盤ですね。そうです、吸盤で。でも鉛なんで鉛の補助にはなりますよね。だから今こうやって影やけども、はい。緑色の電気ついてるのが充電中電気なんです。あついてるでしょ。あ、ついてますね。これをはい。ドア開けたらはい。消えた。本当だ。一応充電はしてますね。何か分からんけど電気は来てます。来てますね。はい。でもメインスイッチまとめるとやっぱいいですね。本当はね上の方にしたかったんですけどね、はいつける場所がなかったんで。わかりました。でこちらこれがここに冷蔵庫が入ってます。でかい。40リットルで。40リットルの冷蔵庫。
あ、でも隠す感じの収納っていいですよね。もう何もなく普段はそうですね。やっぱり物見えてさ凸凹するし、はい、あれなんでもう見えなく隠しました。そうですね。ここもね、これ板張るだけでいろんなもの引っ掛けたり、フックつけたら物置もできるしね。はい。で間接照明にもなるし。そう、この裏に LED テープ1メーターの4本貼ってます。あ、両側で4本。全部で4本貼ってある。それもスイッチで、はい、これをちゃうか切り替えができるようにしてある。はい、今こちらのスイッチでこれでねやってますね。こういう感じで。こちらのもう木目調のこれはプリントですか？いや、板です。ベニヤ板にプリントしてあるやつやね。これプリントやろう思うんやけどね。あれですね、ホームセンターで売ってるやつですね。そうそう、それです。この柄だったらね、ちょっと汚れも目立たんし、はい、いいんかな思ってね。ちょっと男の趣味部屋みたいなイメそうージがありますけれども。床も統一色を合わせてね。この床材はフロアマット。そうです。ベニヤの上に貼ってます。フロアマットを貼り付けてるんですね。そうです。でもベニヤ厚みもあるしね。この DIY で一番苦労した点っていうとどこになりますか？やっぱりこの設置やね、場所。やっぱり冷蔵庫とスペースが限られてるんで、この場所決めやね。いろいろ向き変えていろいろやってみたんやけども、やっぱり結局はこの位置にたどり着いた感じでね。ありますね。しっくりくるようにって何回も何回も一撃ね。電子レンジもね、やっぱり端にしたら取りにくいかな、必要ないかな。やっぱり真ん中が一番。で冷蔵庫端っこだったら買い物しても入り口から出し入れることができるしね。わざわざ奥の方まで上がらんでも。何気ね、そういうところもちゃんと計算されて。真ん中だといっぺん絶対上上がらな、できんしね。そうですね。もう外からポッと買い物したら入れて。わかりました。で、さっきからちらちらとちょっと気になってるんですけど、はい。温度計ですか？温度計。これは磁石マグネットでくっつけてる。これもね、ダイソーで製です。ダイソーなんですか？便利ですね。外で温度を知ろう思った時にこれで。時間もわかるし。そう。ザ・ダイソーですか？そうです。これ僕も買いますこれ。まあこれも中用はこれでね。これもザ・ダイソー。そうです。大好きです、みんなダイソー。ほとんどダイソーで揃います。これでもう一応 DIY は終了というような感じでイメージで。とりあえずね、やっぱりあと細かいことは次々やっていく予定なんですけどね。この間もここへ来る前にこれタオル掛けつけたり。やっぱりそういう細かいことがまだできてないんでね。もっとスペースどっかないかみたいな感じで探してるようなところですかね。何か貼るとこないかとかね。もうそうなるとキリがなくなってきますね。終わりはないでね。終わりないですね。うちも YouTube にキャッチフレーズに DIY に終わりはないってね。そうですよね。あげてるんで。わかりました。じゃあ最後にちょっとチャンネルの方の紹介してください。こちら、カズの趣味バカ日誌さんというチャンネルを YouTube でやられてるということで、ちょっとチャンネルの紹介をお願いします。主にね、ハイエースの DIY、またそれと車中泊、キャンプの動画をメインで上げてます。まだね、未熟なんですけど、ぜひ遊びに来てチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。では今日はカズの趣味バカ日誌さん、ありがとうございました。またよろしくお願いします。でも結構ね、いい加減なんですけどね。どうもチームシーク中村です。じゃあよろしくお願いします。お願いします。で、これ一旦切ります。はい。